お元気ですか？小学校の時にプールでペンギンの泳ぎ方の真似を一生懸命していたスタジオ羽です。水の中を泳いでいる動物とか、水中から見上げた水面とかを描きたいなって思う季節になってまいりましたね。描きましょう。簡単に描きましょう。水面を見上げた時に、うわー綺麗だけど描くの難しそうって思いませんか？この動画を見て、簡単だな、これならできるかもって思ってもらえるような動画になっていると思うので、もしよかったら最後までお付き合いください。はい、こんな感じですね。ペンギンさん描きます。色はペンギンのお腹うっすらと水の色映ってますけれども灰色、そして胴体の上の黒い部分ですね、これは上からの光が当たってます。その程度。足とかも全部暗いですね。で、この水色、この色がとっても綺麗だから、この色頑張って作りましょう。そしてこの色、ちょっと濃くなっている、何か景色みたいなものが映っているところ、それらの色がいろんなところに細かく入ってますね。そしてここの水のこう流れていくところで、灰色、水色、濃い水色、この3つ中心にして作ってみますね。3色頑張りましょう。今回使う絵の具はフトロブルーレッドシェード、ピロールレッド、イミダゾロンレモンの8色の綺麗な3原色に、ホリゾンブルーにオペラ。まずは水色作っていきますね。ホリゾンブルーとフトロブルーレッドシェード混ぜます。コバルトグリーンも使ってみましょう。はい、できました。このような色ですね。もう少し暗いところがあると思うんで、それ用にここら辺にちょっと濃いめの色用意しておきますね。ここの部分にグレー作っていきます。青、筆変えて赤、絵の具をしっかり持ってくる感じですね。黄色が一番少ない。グレー作るときに6対3対1ぐらいのニュアンスで作ってますね。これぐらいかな。もう水の中なので真っ黒というよりか少し青みがかった緑みがかった感じになればいいので、完全なグレーではない色作っておきますね。よいしょ。はい、できました。この色とこの色とこの色を作りました。事前に全部作っておきます。さあ、ではここから色をつけてまいりますね。まず最初に色数を減らしました。そしてその次にするのは形も適当に要点だけ描いていきましょう。絵は色と形でできていますね。ならばこそ2つの省略を考えましょう。今私が描いているのは水に映っている光のところ、白ですね。白のところを抜きながら一色だけ水色、綺麗な水の色を作った色乗せてるだけです。その時に写真では複雑ですね。写真では複雑だけど、そうじゃなくて筆の動きでシューンシューンとこっちに流れてるよ、こっちに流れてるよ、波紋はこっちにできてるよ、波紋が10、20、30くらいあるよ、細いよ、太いよぐらいなんですね。何度も言ってうるさいなと思うかもしれませんけれども、絵は色と形でできてますね。なのでこの2つをバランスよく手を抜きます。色を手を抜く、形を手を抜く、この両方です。で、ちょっと申し訳ないです。カメラ変えたばっかりでちょっとピント調整がですね、手の方になっちゃって申し訳ないんですけれども、今水の上の部分ですね、上の部分、水の外に、映っている建物とかが灰色に水面に映ってますので、その灰色を塗りました。
そして今度は暗い色。水の底や、それこそ建物の中の暗い部分が水面に映っている部分を描いてってます。これも大雑把です。ただ流れの方向だけ、そしてここは細かい、ここは大きいぐらいの塊で描いてるだけです。合ってません。合ってないです。なんとなくなんです。ただ、色数を減らした分、しっかりその色のポイントは抑えた色。で、形もざっくりです。嘘です。だけど、それの形のニュアンス、要点は合ってますね。ここから波が発生して波紋になってるが大事だから。で、小さい大きいが大事だから。そして今度はペンギンさん描いてってますね。まあ、水の中だとだいたい一色の塊に見えますから、まず塊作ってますよ。アウトラインですね。今僕はデモンストレーションなので、下書きしてませんけれども、皆さんは下書きしてくださいね。間違って首が長くなったら、ペンギンに見えなくなったりするでしょ。で、足の部分とかも大きくなっちゃったりとかしたら、ショックでしょ。僕は、奇跡的に今失敗しませんでしたけれども、くちばし失敗してますからね。だからちょいちょい伸ばしてってますね、今ね。で、反対側の、手ですね。ひれ手私にとって手です。手のところ書いてます。かわいいですね、ペンギン。もうこの時点でなんとなくシルエットでペンギンって分かってくれたらいい。それぐらいの気持ちでですね、書いたらいいかなと思います。で、今使っている紙はウォーターフォードのハガキサイズなんですけれども、これだけ塗ってまだ1分2分も経ってない時だったらリフトができるんですね。リフトというのは塗った色を上から筆やティッシュで取るっていうことです。で、お腹の周りとかに逆光として、水の中の光の色がお腹に反射してちょっとうっすら明るくなっているところ、そこをリフトで明るくしました。それくらいです。で、ペンギンさんの周りに、ペンギンさんが泳いでますから、波紋ができますね。その波紋の中の暗い部分をどの方向に流れているかだけ、出てるかだけです。それだけしか書いてません。でも、ペンギンに見えてきたら、それでいい。それでいいです。で、あと、水の中がもう少し緑っぽくなったらいいかなと欲張りました。で、欲張ってちょっと緑足していきますね。要所要所です。これは、乾いてから、お好みでですね、すればいいのかなと思いますけれども。至ってこれぐらいのことです。ザクザクザクと、色も省略、形も省略。この2つをバランスよく省略する。これがいい練習になると思います。ちっちゃい紙で構わない。大きい紙だったら失敗したらショックでしょ。まずは省略の練習、小さい紙で行ってみてはいかがでしょうか。本当にご視聴いただきありがとうございます。また違う動画でお会いいたしましょう。しっぽ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